こんにちは、日本語クラスです。JLPT N2 レベルの読解 Reading 問題を一緒に読んでみましょう。はい、JLPT だと一番最初に出る短い読解問題ぐらいの長さです。はい、この1ページともう1ページ、この2つです。はい、実際のテストにもこのぐらいの長さが出ます。はい、一番最初の問題です。じゃあまず私読みますね。はい、耳だけで聞いて、どれだけわかるかなとチェックしてもいいと思います。はい、ポッドキャストとして使ってもいいと思いますよ。ではまず読みます。食事中は会話を楽しむことも大切ですが、無理に話題を振ったり、声を大きくしたりすることなく、周囲の人々とのバランスを考えながら会話を楽しむことが重要です。さらに、食事の際には他者への配慮も欠かせません。食べ物を取り分ける際には他者の分も考え、思いやりの心を持って行動することが求められます。そうすることで、より円滑なコミュニケーションと他者からの信頼を得られるでしょう。はい、これが今日読む問題です。はい、JLPT ではこの読解のタイトル、これはどういうテーマですというのは書いていないですよね。はい、自分で読みながらこれは何のテーマだろうというのを考えながら読まなければいけませんね。はい、ですからここにも私も書いていません。はい、このテーマは何か。はい、まずじゃあ考えながら、もう一回読んでいきますよ。じゃあ、まず読みます。最初、食事は会話を楽しむことも大切です。ですが、でも、無理に話題を振ったり、これ、無理に話題を振る、ちょっと難しい言葉です。これは、話題というのはトピックですね。何か話したいこと、この話をしようと。食事中、誰かと一緒に食べていて、静かに食べてる、黙って何も話さないで食べていると、ちょっと雰囲気モードが悪いから、何か頑張って質問したりする、はい、ということです。あんまり実は興味ないのに、今日の朝何食べたのとか、昨日は何をやっていたのとか、別にあんまり興味ないんだけどそれを頑張って相手に聞くというのがこれです。無理に話題を振ると言います。振るって言います。はい。話題を振るです。で、それをしたり、声を大きくしたりすることなく、だからしないでの意味ですね。何々しないで、書くときはなくとなることが多いです。周囲の人々、周りの人々とのバランス。はい、バランスは英語と同じです。バランスを考えながら会話を楽しむことが重要、大切ですと言ってます。はい。ですから多分この話は、食事のことだと分かりますね。はい。だから食事中は会話を楽しむことも大事だけど、無理に話をしたり声を大きくすることはしないで、周りの人とうまくバランスを考えて話すことが大切ですという意味ですね。じゃあ次いきます。さらに、はい、これとても大切な言葉ですね。プラスアルファ、そしての意味ですね。前話していたことにもう一つ言いたい、大事なことを言いたいですという時に使います。さらに、食事の際は時の意味ですね。食事の時には他者は周りの他
他の人への配慮。はい、これも N にとっても大切な言葉ですね。配慮は他の人を心配する、考えるの意味です。はい、周りの人のことを考えてあげる。自分のことばかり考えるじゃなくて、周りの人のことを考えてあげることが配慮です。配慮も欠かせません。はい、これもとっても大切な言葉です。欠かせないはなくすことができないの意味です。はい、これ学校を休みます、欠席しますの欠ですね。これそうですね、ですからないの意味です。だから食事の時は他の人を心配する、考えることも忘れてはいけない、なくしてはいけませんの意味です。食べ物を取り分ける際には、時には、食べ物を取る時、はい、例えば大きいお皿に食べ物があって、それをみんなで分ける、シェアする時、その時ですね。食べ物を分ける時は他者の分、他の人の食べるものもここは手がないです。書くときは手書かないことが多いです。考え、思いやりの心を持って行動することが求められます。求められますは必要です。はい。思いやりは、配慮と似てます。相手のこと、人のことを考えてあげることです。思いやりを持つ。思いやりの心。はい。思いやりの心を持って周りの人のことを考えて行動する。take action ですね。アクションです。行動することが必要です。はい。そうすることで、そうするのそう、こういうそうとかこうするとかああするとかこうそうああ書いてあったら気をつけてください。そうするというのはそれです。それだから、それは前のことです。ここです。思いやりの心を持って行動することです。はい。それをすることで、それをしたらの意味です。それをしたら、より円滑なコミュニケーション。円滑。これは難しいです。はい。N1 レベルに近いんですが、N2 でも読解だと出てきてしまう場合があります。はい。これは円滑というのは問題なく、問題が起きないでスムーズに何かがうまくいくという意味です。はい。だからうまくいくような問題ないコミュニケーションができる。そしてそれと他者からの、他の人からの信頼。はい、これも N2 の語彙ですね。信頼は信じてもらう、頼ってもらう。あなたはいい人ですね。と、信じますよ。あなたを信じます。と、信頼を得られるでしょう。得ますは get、もらうですね。だから他の人から信じてもらうことができると思いますの意味です。はい。ちょっとここだけ難しいですね。もう一回確認すると、周りの人のことを思って行動すればコミュニケーションもうまくいく。食事の時だけじゃなくてコミュニケーションもうまくいくし、周りの人からあなたは信じてもらえますよという意味です。はい。だから食事をするだけの話ではなくて、食事のマナーだけの話ではないですね。これね。マナーももちろんですが、マナーを守りながら食事すると、この人はとてもいい人だ、周りのことを考えるいい人だと人は見ている。そしてあなたは信頼をもらえます。信頼を人から得られますよという話でした。はい、どうですか？知らなかった言葉、ぜひこれ N2 語彙たくさんありますので、ぜひチェックして覚えてくださいね。
では私の YouTube ではもっともっと JLPT の勉強ができます。はい、N2 の語彙とか文法もたくさんビデオありますし、もしニュースを読みたいな、ニュースも読んで言葉を勉強したいなという人はあります。そういう YouTuber ありますよ。あとは N1 の勉強もたくさん YouTube にあります。はい。あとはビジネス日本語のビデオもあります。はい。ぜひたくさん日本語を勉強してください。そして JLPT の読解問題、はい、もっともっと勉強したい人はビデオがあります。JLPT N1 と N2、はい、読解ビデオ、これは私のオンラインレッスンの中で見られます。はい、このリンクをディスクリプションとコメントのところに書いておきますね。そこから詳しく見てください。そして私の Zoom レッスンもあります。ビジネス日本語と会話の練習とプライベートレッスンをしています。はい、ぜひ一緒に勉強しましょう。楽しいですよ。全部私のオンラインレッスンのリンクから詳しく見られます。そこを、下のリンクから見てみてください。今日はJLPT N1、N2 の人、どちらもこれから JLPT N1 受ける人も N2 受ける人もどちらも一緒に聞いて大丈夫です。一緒に聞く話です。でもたくさんの方もメッセージありがとうございます。聞こえますね。よかったです。ありがとうございます。はい、じゃあ話をね、進めますね。読解についてちょっと今日はお話をしますね。これ N1 受ける人もここに書いてありますが N2 受ける人もどちらも関係がある。どちらもそう関係がある、答えはほとんど同じというか、はいです。何々が大切と私書きました。何が大切だと思いますか？大切なことJLPT の読解問題、リーディング問題をするときに大切なことです。はい。これはここの私の答えはテストをするときに大切なことです。テストの時です。自分で勉強する時じゃなくてテストの時大事なことです。はい、ここの意味はですね、合格する方法ですから、そうだからちょっとそういう意味です。テストの時に何が大事かといったら、これ答えは一つじゃないはずです。いろいろあるはずです。はい。ですが私はちょっと今回は一つ考えました。これが一つ答えかなと思って、はい、皆さんにお話ししたいと思います。すごいたくさんいろんな方がチャットをくださっています。ありがとうございます。皆さん聞こえていますね。よかったです。そうライブだとね怖いんですね。声が聞こえないとね悲しいですからねそうありがとうございます皆さん。よく聞こえます。よかった。でも答えを考えてる人がいる。なるほど。間違いを探すことが大切。なるほど。そうかそうか。それもそうですよね。間違い探すこと大事なんですが、これね、私が考えている一つ大切なことは、みんながテストをするとき、多分どのテストをするときも大事なことです。はっきり言って JLPT だけじゃないです。だけど JLPT の時はいや本当にこれは大事だなと私は思います。私がこのテストする時も同じです。これをすごく気をつけます。はい、今ね皆さんいろいろチャットで考えている。で私が今思っている答えは例えば一つこれです。はい、何々が大切、何が大切か。答えは何々何々か。いきます。答えはですねこれです。はい、テストの時ですよ。テストの時間の時、これ大事。これです。はい、どうぞ。これです。何を何分でするか。これとても大切です。はい。これどういう意味？ね、何が何分ってね。はい。読解の問題。今読解の話してますよ。JLPT の読解 N1 も N2 ももちろん N3、N4 もですけど
読解の問題っていろんな問題ありますよね。N2 は問題の種類が5個あります。N1 は問題の種類が6あります。6です。で、これ、じゃあ、この1番は何分でしたらいいですか？ 2 番の問題は何分でしたらいいですか？ 3 番は4番は5分は。これが大事です。はい。テストの時間って決まってますよね。そう。ちょっとこれ話します。これを何も考えていないと、この問題、1番の問題は、例えば、N1 も N2 も一番最初の読解の問題は短い問題ですね。短文というのです。短い文ですね。あれ何分でします？皆さん。考えてますか？予定ありますか？計画してますか？それを考えてないと、そうなんです。こうなります。私読むのが遅いんです。テストしました。先生、この前テストしたんです。でも私読むのが遅いんです。だから私テストの時全部読み終わらないんです。どうすればいいですか？すごくこれを私に聞く人が多いです。はい。もうこれは前からです。学生さんよくみんな言います。先生、全部読み終わらないですよ。あんなにたくさんあるんですよ。どうして読解できるんですか？それです。合格できないです。よく言いますみんな。でもこれは、教える私から見ると、読むのが遅い、読むのが遅いから合格できない、それは違いますと思っています私は。はい。読むの遅い人、多分ね、みんな勉強中ですからそんなにね早くは読めないと思います。読むの遅い。でもじゃあどうすればいい？どうすれば合格する？それは例えば答え一つこれです。全部読まなくて OK です。そう、読解問題全部読まなくていいんです。読まなくていいんですか？そうなんですか？でも全部読まないと答えが出せないですよね。合格できないですよね。先生、嘘を言っている。いやいや、そんなことない。大丈夫。全部読まなくて大丈夫なんです。全部読まなくても点数、スコアは取れます。はい。取れるんです。で、例えば一つの答え、全部読まなくてもいいんだ。全部読まなくても答え出せる？どういう意味？これについて答えが今私2つあります。まず1つ目の答え、これです。さあ、ここで何かいきます。この答えはこれです。読解というのはこれです。いつも。はい。自分で読みますか？読解だから。そう。答えが書いてあるところは決まっています。読解問題の何々の答えは何ですか？答え書いてあるところはもう決まってるんです。だいたいこの問題の答えはここに書いてあります。決まってるんです。もういつもパターンです。この時はこの問題の時はここにあるんですね。この問題の時はここです。はい。だからこれどこに書いてあるか知っていると答え出すのがとても早くなります。そう。だから全部読まなくていいんです。はい。そして大事なことは、確かに全部読まないと全部 100% のテスト100点でした、全部できましたはできないです。だけど JLPT は100点取らなければいけないテストじゃないですね。100% できないと合格しませんじゃないですね。一つ間違えたらあなたは合格じゃないですじゃないですよね。だからいいんです。できないところがあってもいいんです。そう。でも大事なことは答えがどこに書いてあるか決まってるんですから、それを知っていれば早く出せますね、答え。そう。これ大事です。はい。
でもちろん教える私は知っています。この問題の時はここに書いてあるんですよ。ね。はい。だから私の、クラスの学生の皆さんにはそれは話してます。もちろん教えてます。そうそうそう。で、もう一つの方法ですね。だけどちょっと見せましょう。これが例えば N2、まず N2 からいきます。後で N1 いきますよ。N2 は、これですね、JLPT の文字語彙だから語彙ですね。語彙とここ語彙と文法と読解、これ全部の問題何が出ますかというのが書いてあるものです。これはJLPT のオフィシャルホームページからコピーしたものです。はい。で、もう私のビデオでよく話してる、例えば語彙の N2 だったら問題のパターンは6あります。いつも言いますね。6で私は6の問題とか5の問題とかよくしますよね。そう。で、文法もあるし、文法も私ビデオ作ってますね。文法の問題は問題の種類3つ。で、読解は問題の種類が5つありますよね。そうそう。で、N1 はちょっともう時間ね長くなるから読解だけ言うと、読解は5パターンあります。そう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 。ね、で全部 N1 だったらこれ全部の時間を110分でしなければいけないし、 N2 の時はこれ全部の問題を105分でしなければいけないですよね。そうだけど、これ全部 100% できなければいけないじゃないですよね。皆さん大丈夫ですね。知ってますね。読解で読解のセクションだったらここで19点取ればいいんですよね。19点というのはだいたい 32% です。そう N1 の時もそう、ここ読解で19点取ればいいです。 32%、 まず一番下の点数です。一番悪くても19点取れば合格します。はい、だけどもちろん全部でそれぞれそうですよ、19点ね。これ読解ごめんなさい、文字語彙と文法読解、あと聴解がありますね、最後にね。聴解で全部合わせて N1 だったら全部で100点ですよね。100点必要だし、N2 だったら全部で聴解も入れて90点必要ですよね。そうだけど一番低くてね、一番ちょっとあんまりできない場合でも読解は19点できれば合格です。それは 32% です。読解の中で 32% できればいいんです。だから読解問題難しいなって思っても、この問題全部の中で 32% できればいいんです。それだけ正しい答えが 32% 選ぶことができる。そしたら OK です。そうということはやっぱり全部しなくてもいいんです。全部読まなくてもいいんです、読解は。でも心配ですってね、やっぱり読まないとって思いますよね。そうそうそう。それも気持ちもよくわかります。はい。で、なんだけど、一つ大事なことは、答え書いてあるところ決まってるから、これどこに書いてあるか、それは私は今は言えないです。読解クラスの人にしか教えられないんですけど、問題も今見せられないですしね。そうでもう一個あります。これの全部読まなくて OK な方法。はい。どうすればポイントスコア取れるか、それはもう一個は、何でしょうか。これ皆さんが答えるのはとても難しいと思うので、私が答えを言うと、これ、ちょっと待ってください。全部読まなくてもいいですと。じゃあどうやってやればいいんですか。それは例えば一つの方法は、皆さんはね、テストの時何々何々まずします。で次何々何々をする。それを読みましょう。で私読解クラスの人によく話してます。なんだろうね。ここに入る答えはやっぱり一つじゃないんですね。いくつか答えあります。これだけじゃない。
私が今から言う答え一つじゃないんですね。だけどそしてごめんなさい、今私はこの答えをちょっと言えないんですね。そう言うわけにはいかない。一つの方法ですっごく大切な方法だから、合格するための大事な方法だから。はい。なのでなんだろうって自分でもよく考えてみましょう。例えば N2 だったら5個ありますね。5パターン。じゃあどれを例えば自分で試験の時、はいどうぞ試験始めました、どうぞしてくださいって、この問題バッて紙で渡されて105分です。だいたい2時間にならないけど、まあでも120分、そうか、でもだいたい2時間くらいですよね。もう1本の映画を見るぐらいの時間皆さんはテストをするんです。本当に疲れますね。そう、だからもうそう疲れるから前の日はよく寝るんですよ。あまり勉強しない方がいいですよ。1日前は寝てテストに行く、その方がいいです。本当に大変だから、体が疲れるから、試験はね。じゃあよく考えておいた方がいいです。皆さんテストの時どこから自分は問題をするか。はい、どの問題からするか。一つ言えることは、絶対にちょっとカーソルがどこ行ったかな、絶対に上からしなくてもいいんじゃないですかと私は思ってます。そう読解もそうですね。読解も上からしなくてもいいんじゃないですかと私は思ってます。はい、だけどそれは人によっても違うし、違う順番でするとマークするときに間違えるということもあります。危険です。危ないです。確かに1番から問題をしていけば、1番だったらもう1番でマークしていけば、マークシートあんまり間違えないと思いますが、ちょっと違うところからね問題をするとマーク間違えてしまうかもしれないですよね。だからそういう危ない危険性と言います、危険なこともあるから、絶対これがとは言わないんですが、私の読解クラスの人には私は強く勧めてます。これからした方がいいです。はい、そうやっぱりあります。それ私だったらこれからするっていうのがありますので、そうだから私は今話さないけど、自分でもよく考えた方がいいです。それは本当に一個、もう一つテストをどうやって合格させるかというテクニックですから、よく考えておいた方がいいですよ。本当の試験も今までとあまり大きく変わらないはずです。こういう風に出ます。でこれは皆さんJLPT のホームページで見られますから、どういう問題出ますっていうのね。はい、この問題を何分でしようというのもよく考えておいた方がいいです。はい、N1 ももちろん同じです。全部話は同じです。この問題を何分で終わりにしよう。はい、だから試験の時は時計を持っていく。絶対に持っていきます。そうです。教室に時計があればこうやってして、よしこの問題は何分でやる、5分でするんだ、だから時計をこう見よう、ね、できるけど、もしかしたら前にねとても体が大きい人がいるかもしれないし、見えないかもしれないですよね。よく見えない。それにいつもこうやって見てたら試験のチェックの人とねこう目が合うかもしれないし、なんか私悪いことしてないんでちょっとドキドキしちゃうかもしれないから、自分の時計持ってった方がいいです。ピピピピって音しないやつね、アラーム鳴らないもの。アラーム鳴るとあなたの時計ちょっとダメですって言われるかもしれないので、何も音しない普通の時計、を持ってってくださいね。そうでそうですね。そうだから、読むのが遅いんですね。こうやってもう一回話に戻りますが、読むの遅くても大丈夫、読むのが遅くても大丈夫です。問題ないです。今私が言ったこの問題からしていけばいい、そして全部読まなくていいっていうそのテクニックを使えば全部読まなくても大丈夫なんです。それで全部読まない、そして読むのが遅くても答えはここに書いてあるというのが決まってるから、それで答え出せるんですよ。だから
遅くてもいいし全部読まなくてもいいから、それでマークをすれば合格点は取れます。もちろん100点です。全部できましたね。間違いは一つもなかったですね。そうではないです。だけど合格することはできます。皆さん、そう大丈夫です。そうそうそう、これが大事。100点取らないでください。19点、一番低くても19点取れば OK なんです。それでいいんです。そうね。だからこれはとてもよく学生さんに言います。そうできないってすごく言う人本当に多いから。そうでもいらない、100点はいらないからね。はいということです。で、そうちょっと待ってくださいね。で今話したようなこと私の読解クラスでもう何回も何回も話してます。これはこうだからこうしてくださいねと、よく話してます。はい。で、まだね、入れますよ、クラス。で、N1 クラスと N2 クラス2つあります。ぜひね、今話したこと、答え、やっぱ分かんないなとか、どうすれば全部読まなくていいっていうのを知りたい人は、ぜひ入ってほしいですね。私説明してます。で、それも、ビデオのレッスンです。自分が時間がある時に見ればいいです。ビデオですから。で、何回も見られますしね。はい。そうですね。今入ってる人もやっぱりビデオでよかったって言ってます。皆さん仕事してたり学校行ってたり忙しいので、自分が忙しくない時にちょっと見られるからいいですって言ってくれてます。はい。で、このビデオは例えばごめんなさい。ですね。どっちかな。そう。N2 の人は例えば問題5パターンあるから5ですね。一つずつこの問題の時はこうやってやるんですよ。この問題は答えはどこに書いてあるんですよとか話してます。全部一つずつこれしてます。で、ビデオももちろんあるし、問題の PDF もあります。だから本当は自分で問題の PDF で自分で問題して、で語彙リストもあります。私作った語彙リスト、言葉の意味書いてある。でこの語彙は N2 なんですよ。この語彙は実は N1 の語彙だから覚えなくていいとかいろいろ書いてあるんですね。でそれを一回自分で勉強してからビデオを見るのが一番いいんですけど、もうそろそろね時間もねテストまで時間がなくなってきてるから、どうしても時間ない人はもう初めからビデオを見てしまっていいと思います。そしたらもう私ビデオの中でもう一つずつ説明してます。文の説明、まず一つの問題についてこれはこういう意味ですねって話してます。で答えはこれはここに書いてありますよね、これはここには書いてないですよね、反対にねこの問題はこっちには書いてないですよね、いつも書いてないです、決まってるから、パターンがあるから、そういうことも話しますので、もう最初にビデオ見てしまってもいいと思います。で読解、そっか、どうやってすればいいか、そのテクニックを最初にビデオで勉強して、で最後というかその後もう一回自分で読解のPDF で問題見て語彙リスト見て語彙も覚えるでもいいと思います。やり方は自由です、皆さん。で N2 だったらそう、5パターンあるし、N1 だったら6パターンですね。N2 は6です。N2 は長文が1つ増えます。N2 の時は5、N2 の時は5だったんだけど、N1 はここですね。これで長文1つしかないんですね。だけど N1 は長文が2つになりますね。長文ですね。そう。だからもちろんこれも1つずつ説明してます。この問題について、この問題について、この問題について、これについて、これについて、これについて、全部やっぱり答えの出し方があります。この問題の時は例えばですけど、これとかね長文だったら、この長文の1番の答えというのはここに書いてあるんです。いつも長文の2番の答えはここに書いてあるんです。いつも。例えばです。そういうのがもう決まってます。パターンです。いつもそう。はい。だからそれを知っていれば時間がなくても
時間がなくなっちゃったら、もしね本当の試験の時、そしたらそっか時間ない、全部読むことできないけど、この長文のこの答えはあそこに書いてあるはずだから、そこだけ読みます。それでいいんです。であとは読めなかった、ああダメだ、でも一つは読んだからマークした、 OK です。そしたらその読んだところは多分正しい答えマークできてますから、それでポイント取れますね。0点じゃないですね。それでいいんです。100点取らなくていいからです。100% できないといけないテスト、 100% 一つも間違えてはいけません、このテストは。じゃないです。だからです。もちろんそれは読解だけじゃなくて、文法もそうですね。 100% できなくていいし、文字語彙も 100% できなくていいし、全部一番低くて 32% できればいいんですよ。ね、だからそれを皆さん気をつけて忘れないでほしいです。本当に特に N1 受ける人とかね、N1 は本当にもう難しいから無理だと思いますね、思ってる人いるんですけど、そんなことはない。大丈夫できます。ね、だからで私であと何回か今ちょっと違うこと言ったかも。読解で19点取ればいいし、文字語彙文法でですね、失礼しました、文字語彙文法でここで2つ合わせてこれで19点取ればいい。だからここ2つ合わせて 32% できればいいんです。全体のここで 32% できればいい。こことここ合わせて60点だから。 N2 も同じです。ここの文字語彙と文法合わせて60点、全部できたら60点だけど、全部できなくていい。全部できないで19点だけできればいいんです。ここはで19点というのは 32% です。ここのね、だいたい 32% です。一番低くてですよ。ね、だからそこ気をつけてください。全部ってね、これも分かんない、これも分かんない、ダメかもって思わない方がいいです。大丈夫ね。ですのでそういうふうにやってみてください。ということで、N1 も N2 も、テクニックは、同じです。ただ N1 と N2 何が大きく違うか、それは N2 の方が語彙が多いんですね。文法3つで同じだけど N1 は語彙が4つしかないんです。4パターンしかないんですね。4種類しかない。で文法は3つ、そしてそれで読解は1つ増えてる。だから N1 はやっぱり読解が多いんです。問題が多い。だから皆さんね、N1 も N2 もですが、この110分、N1 だったら110分、N2 だったら105分、この時間をどうやって使うか、テストの前に自分でよく考えた方がいいですよ。時計を見てね、例えば1時から試験が始まる、午後の1時からだったら、午後の1時だから、1時10分までには何が終わる、そして1時20分までに何が終わる、1時30分までには何が終わる、自分で決めておく。今大体で言いましたが、でごめんなさいね、私の読解クラスの人にはこれは細かく話してます。決めてください、ちゃんと。なぜかというと私は読解クラスの人にはこれは何分ですよ、短文は問題が、4つかな。 N2 は5つですね。失礼しました。短文5つ出るから、いつも5つ出てる。ちょっと変わる可能性ありますけどね。5つだったらこれは一番長くても何分で終わりにしなければいけないですよ。中文は3つ出るから何分で終わりですよ。これも何分、これも何分、これも何分ですよ。だから読解は全部で何分で終わりにしてくださいね。私とても言っています。話してます。ですので、これはね本当に大事です。もう時間があったら私できたんです、時間が短いから合格しませんでしたはダメなんです。それはできてません。残念ですがそれは合格じゃないんです。だけど100点取らなくていいんです。じゃあどうやってやればいい、
大事でしょう。それを考えておくこと大事でしょう。そうね。ですのでよく考えてみてください。皆さん試験の前にもう何の問題がいくつ何個出るかっていうのはもうほとんど決まっていて、ほとんど変わらないです、毎年。実は何かの問題が出ないっていう時々あるんですけど、珍しいです。ほとんどね、これが JLPT がもうオフィシャルで発表している、これが出るんですよって言ってるから、その通り出るはずです。だから皆さんはテストの前に計画できる、考えられるんです。これは何分で絶対に105分で終わりにしなきゃいけない。N1 は絶対に110分で終わりにしないといけない。N1100 もう逆にこっちもやっぱりだいたい2時間です。2時間皆さん日本語の問題するんです。今までずっと頑張ってきた勉強、この2時間に全部出さなければいけないんです。これ私が100点この問題で取ってください。あなたは日本人ですから 100% できなければいけません。そして110分でしてくださいと言われたら、私ちょっとドキドキします。やっぱり考えます。どうしよう、どこの問題最初に初めからしようかな、どうしようかな考えます。そして私も自分で問題する時も時間をいつも測ってます。この問題は何分でできた、この読解は何分でできた、これはやっぱり難しかったな、時間がかかった、あるんです、そういうのがね。だから日本人で日本語が自分の国の言葉でも簡単ではないんです、読むの。そうだからだからこそもうちょっと読めばわかる、あと2分あれば読める、読んでしまうんですね、練習だと。でそれがいつもしていると本当の試験の時もそれをしてしまいます。そうするとどんどん時間がなくなります。そうなると一番悲しいのは、本当は読めば分かった簡単な問題が最後にあって、これ時間あったらできたのになって思う。だからもう分かんないけどもう何でもいいからじゃあ3番にして全部答え3番でマークして終わりにする。そして合格しませんでした。これが一番悲しいですね。これにならないように気をつけてください。自分は何を最初にするかよく考えてくださいね。時間はみんな同じです。みんな110分、N2 は105分で決まってますね。ですのでもしかしたら自分で考えるとき N2 で105分だけど、いや100分で終わるようにしよう、あとの5分は最後答えチェックしよう、もう一回っていう風に予定を立ててもいいですよね。もしできたらそれでもいいし、105分でもしっかりどうするって、ね、考えてもいいし、それは自分の自由です。やってみてください。はい。ただ私の読解クラスの人には読解については特にこれは何分ですよ、これ以上はダメ、やりすぎ言ってます。はい。今は言えないです。はい。それね、ぜひね、知りたいなって人はね、クラスに来てください。そう。だから何が大事、何を何分でするかが大事です。これ、はっきり言って読解だけじゃないですよね。文字語彙もそう。文法の問題もそう。何分ぐらいでこの10個の問題終わりにすればいいかっていうのは考えた方がいいです。で自分で家でタイマーで測った方がいいですよ、本当に。キッチンタイマーありますよね。私も今キッチンタイマーあるんですけど、これピッピッピッってね測ることできるんですよ。使ってます。私が問題する時も、自分で問題する時もだし、例えば他のね英語の勉強とかドイツ語の勉強とかで問題する時も測るようにしてます。そうそう。だからもうまだこんな少ししか問題してないのにもう時間終わっちゃったって、私は大体いつもそうです。どうしよう時間がない、私本当にいつもそうだから、学生の皆さんの気持ちすごくわかります。時間がないんです。そうですよね、考えたいしね。そうそう。ただ試験の時間はもう時間との戦いです。短い時間でできるか、正しい答えをしっかりその短い時間で選べるかっていうのが
本当にあなたは日本語できますね、残念ですができませんね、これがもうチェックすることになるんですね。それがテストです。そうだから練習する時も自分で気をつけるといいです。時間何分、私はこの問題何分で終わったって気をつけてください。本当にゆっくりやらない。この語彙わかんないから携帯電話でちょっと調べよう、やっちゃダメなんです。私よく言いますよね。今問題は答えすぐ出すんですよ、携帯で止めて、このビデオ一回止めて YouTube 止めて携帯で語彙の意味調べてから文法問題します、気持ちはわかる。そうしたいですよね。だけどしない方がいいです。答えはまず一回出す。で一回それで終わりにする。でそれから調べるにしましょう。だいたい今1分時間使ったとか今2分経ったとか分かるようになります。だんだんそうやって時間気をつけてると。だからね、何を何分ですればいいかっていうのをよく考えてみてくださいね。絶対にできる問題が入ってます。全部の問題難しいわけじゃないです。読解もそうだし他の問題もそうで、特に読解はそう。全部の問題、これ全部の問題がもう私は泣きたい日本語の勉強やめたいって思うくらい難しくはないんです。大丈夫です。 N1 にレベルいってる人だったら読める問題が絶対にあります。だけどそれをいつしますか、それが大事です。よく考えてねください。でそれ何分はごめんなさいね、クラスで話してます。ですのでよかったらクラスに入ってみる来てみてください。でどうやって入ればいいですか。これはじゃあこの下を見ましょう。この、ディスクリプション、この今皆さん見てくださってるビデオの下のとこにN2 クラスリーディングクラスって書いたかな、読解クラスって書いたね、多分ね。そこのとこあります。読解クラスはそこから入る。N1 は N1 クラスの読解クラスのところをクリックする。でそこから入れます。入ってみてください。でさっきも言った通りその N2 だったら5つの問題1つずつ練習できます。みんなどうやってやればいいかがみんな違うんです。みんなこれは答えここに書いてある、この問題はここに答え書いてあると決まってるから、それ1つずつ私話してます。 N1 だったら6個の問題してますね。見てみてください。先にビデオから見てしまえば全然まだまだ時間大丈夫だと思います。だいたい1つのビデオだいたいですけど45分ぐらいから長いと1時間ぐらいまでのビデオになります。だいたいみんな50分くらいですねになってます。私ね説明長いですからね。やっぱり長文とかね説明したら大変ですね。でもそれでも1時間くらいだったと思います。この意味はこれですよ、もちろん話の意味ももちろん説明するし、長文だったら長文の答えはここにいつも書いてあるんですよっていうのを言ってます。だからそれ一つもうパターン決まってるから、そのパターン知っていれば別の問題した時も同じパターンです。答えは同じように出せます。だからその後自分で練習できますよね。ということです。ですので、ぜひね、まだね来てない方はぜひやってみてください。来てみてください。もうね実はもうすごいたくさんクラスにもいらっしゃってるんですけどね、まだまだね YouTube 今見てくださってるみんなが来てるわけではないので、ぜひねみんなにやっぱり合格してもらいたい、そのために私はクラス作ってますから、来てもらえたらいいなと思います。ということで、語彙リストもあるからね、語彙の勉強にももちろんなります。ということで、じゃあ今日はこれで終わりにしようと思います。そうですね、皆さん今チャットを見ています。モハマドさんが先生大事なことを教えてくれてありがとうございます。いえいえ、でも本当に大事です。何の問題を最初にするのかっていうのは皆さんぜひ考えてみてくださいね。でクラスに
入る。で申し込みした時に申し込みしたら終わりじゃなくてメールが届きますから、自分のGmail で申し込みするんですね。Gmail をよく見てください。Gmail に私からとかメール来ますので、それを見てどうすればいいか書いてありますね。見てください。でクレジットカードで申し込みがお金払うのはクレジットカード。そうで銀行から払うことはできないです。クレジットカードだけです。はい。でお金はもちろん1回払えば終わりですね。お願いします。ということで、じゃあそれでやってみましょうね、皆さんね。もう試験ね、本当の試験もう近いから、大変だと思いますが、もう泣きたいっていう試験じゃないんです。 JLP っていう100点取らなくていいから。そう試験によってはね 80% できないと合格しません。あります、そういう試験。大変ですよね。20% しか間違えることできないんです。これはそんなことない。だって、N2 は全部で90点取ればいいし、90点って全部の半分です。50% 取ればいいし、 N1 は全部できたら180点だけど100点取ればいいんですよ。100点。そうだから別に全部できないとダメじゃないでしょ。そうなので本当の試験の時もやっていて、ダメだった、この問題難しい、きっと次の問題も難しい、私はできないんだ、また来年頑張ろうって思わない方がいいです。次の問題はできるかもしれないから、これは分かんない、これは分かんないから捨てよう、それでいいんです。どんどん次に行ってください。それよりも時間をちゃんと決めておくことが大事ねです。はい、ということで皆さんやってみてください。これは私も学生の時自分がいっぱい失敗したね、って思って失敗したからこそ皆さんにとても強く厳しくこの話をしていますでぜひねせっかく試験というチャンスがあります。大事です。試験は嫌だけど一つチャンスですね。皆さんが新しい世界に行けるチャンスですから、もし合格しなくても今頑張ってる、それはすごく大切なことですね。だからまずは諦めない、まずやめない、まずは勉強を止めない、それ大事。まずテストの時まで走り続ける、風邪をひかないように。ね、本当にそうですね。体が元気じゃなくて勉強できなかった、そしてテストの日来たでちょっと頭も痛い、あんまり体の調子良くないでテストやっぱりできなかった、悲しいですね。1ヶ月前の方が元気だったのに。やっぱり元気な方が本当にいいです。試験の時間長いからね。皆さん忘れないで、試験の時間は N2 は105分です。本当に長い。私の今日のビデオよりもっともっと長いですね。そしてN2 はだってあれですよ、105分した後、その後懲戒何分ですか？懲戒50分ですよ。長いですね。全部で155分。うわー3時間ぐらいですね。泣きますね、もうね。私だったらね、眠くなるね。N1 もっと長いですよね。文字語彙終わった、全部やった、読解終わった、それで110分でしょ。もうこれだいたい2時間ですよね。映画見終わりましたよね。1本映画終わった、その後もう懲戒今度は何分？ N2 の時は50分、 N1 は60分です。60、長い。また一つ何かドラマが見れますよね。アニメでもね、アニメ2つぐらい見れますよね。もう嫌ですね。私は絶対に嫌です、そんな試験。はい私もね、長い試験で本当に6時間ぐらいの試験とか受けたことありますけど、本当に疲れます。もうテストが難しいだけじゃなくて、もちろん体ですよね。もう今までで一番グーって集中この答えはってしてますから、今まで使ったことない頭使ってますけど、それを6時間試験とかした後はもうですよね。もう誰とも話したくないね。も
帰りの電車もう、わからないみたいな、もうわーって感じです。そうだからやっぱり前の日1日前よく寝ること大事だなって思いました。私その時やっぱりあんまりよく寝てなかったんですよね。だからやっぱり良くないそれは、だから皆さん本当に試験の前の日はよく寝てくださいね。もういいから前の日はもういいからちょっとリラックスね。で試験になる前までですね、今はまだ頑張る、今週はまだ頑張るですね。頑張ってください。そうまだ今週も私ビデオも作っていきますので、まだね最後の最後までまだ頑張りましょう。そう頑張るけど1日前はちょっと早く寝る、いつもよりちょっと早く寝てっていうのがいいと思いますね。やってみてくださいね。じゃあクラスね、ぜひね、まだの人ぜひ来てみてください。そして本当に申し込んだらメール届くから、自分のメールアドレスよく見てください。それ見ないとどうすればいいか分かんなくなりますね。お願いします。そしてこれちょっと関係ないというかちょっとプラスの話なんですが、JLPT もそうなんですけど、N1 のレベルよりもうちょっと上のレベルのビデオもこれから作っていこうと思っています。 N1 より上だから N0 ですね。N0 すごいでしょ。そう国で特に日本人と一緒に仕事してる人は、例えば電話でよく日本人の人と話しますとかね、メールを書かなければいけないんですとか、会社で会議で日本語で話さなければいけないんです、プレゼンテーションを日本語でしなければいけないんですという人は N1 よりもうちょっと上のレベル必要です。実は厳しいこと言うと N1 よりもっともっと上です。もう本当 N0 ですね。そのくらいの日本語はビジネスではもう必要になります。日本でいい仕事をしたい場合は特にです。はい、簡単な仕事ではなくて、日本で本当にいい会社で日本人と日本語を使って仕事をする場合はかなりレベル高い日本語必要なので、N0 になりますね。それはまだ YouTube では教えていないんですね。で、ちょっと今考えてます。その N0 のレベルについてビデオを作っていこうとも思っているし、クラスをまず作ろうかなとも思っています。はい。で N0 の勉強だとしても N0 は十分 N1 にも、N1 の読解とかにはもう出てきてますので、そのぐらいやっぱり N1 の読解難しいです。だからN0 のビデオ私がこれから作ったら、ぜひ N1 撮りたい人とかね、ぜひ見てほしいです。はい。かなり難しいです。なんだろう先生、どこの世界かなって、N1 ここだけ N0 って何ですかってね、見えない何日本語話してますか本当にって、ね、って思うかもしれないけど、日本人はそういう日本語を実際に使っています。はい。そして私は皆さんにYouTube で話す時、クラスのこの読解クラスもそうだし、学生さんと話す時は簡単な分かりやすい日本語、そして、ゆっくり話すようにしています。日本人と話す時より少しゆっくりです、私。ですからまだね聞きやすいとは思うんですけど、N0 の場合でもそんなにもちろん早くは話さないんですが、どうしても語彙がね難しくなったり文法が難しくなったりはします。ですがとっても勉強になるはずですので、ぜひねちょっとそれ始めたらぜひぜひまた見てくださいね。はい。日本でいい会社で働きたい人、これからいい会社に就職したい人とかねです。はい。ビジネスの本当の日本語、本当に使う日本語を勉強したい人とかはぜひ見てほしいなと思ってます。そしてクラスも開こうと思ってますのでぜひね、お待ちください。はい。ですがそれはそれでということで皆さんまずは、今日は読解の話でした。読解で、時間何分で何する、これ忘れないでくださいね。頑張ってくださいね。
はい。じゃあ、今日はこれで終わりにします。私 Twitter もしてますが、今日はもういいです。Twitter は下のとこにディスクリプションに書いてあります。Twitter してますので、もしよかったら、フォローしてください。フォロワーさんが今とっても増えてます。新しいビデオ作りましたとか、新しいクラス開きますとか、連絡をしてます。はい。じゃあぜひね、皆さん頑張ってください。ぜひぜひ、まだ間に合います。ビデオ全部見終わりますので、時間あるはずですから、ぜひ、まだクラス入ってない方、来てください。今、チャットでもね、クラス入ってる方がもうチャットにも入ってきてくださってますけどね。ありがとうございます。そう。ぜひ、クラスの人、私よく話すんですが、ズームとかで話すんですけど、入ってよかったですってね。というか、これ安いと思いますっていう風に言う人も結構多いです。先生、すごいいっぱい話してくれてるってね説明してくれてるってそう、ああそっかっつって、よくわかるようになりましたってね、皆さんよく言ってくれます。このビデオ見て自分でも練習よくできるようになったっていう人多いので、ああよかったなと、やってよかったなと思ってます。はい、私も自信があるビデオですのでね、ぜひ皆さんのぜひそれを使ってほしいなと思ってます。はい。